はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年2月の星の解説をさせていただきます。タロットリーディングもね、この後していく、前半後半でしていくんですけれども、ちょっと2月っていうのは結構重要な星の動きがありますので、それを先に解説させてください。まずですね、2月の14日から土星という惑星がお羊座に入るんですけど、この土星のお羊座入りっていうのは実は2025年にもありました。で、詳しい土星のエネルギーの解説に関しては、土星が示す今後3年間のテーマという動画を去年アップしていますので、よかったらまたそちらを繰り返しご覧いただければと思います。3年間って2025、26、27ってこの2026年本番なので、もうそれが入りますね。2月の14日から。なので、もうテーマが見えてきてるよっていう方もいらっしゃると思いますし、まだ見えてなくても全然いいんです。気づかなくても、私たちは宇宙の中に生かされている存在なので、そういった影響があるかもなと思って意識的に活用していただければ、いいかと思います。で、そういう土星の動きもあるんですけど、もう一つですね、1月の27日から、海王星というエネルギーも実はお羊座に入っているんですね。これはちょっと海王星っていうのは霧のようなエネルギーで、なかなか知覚できないんです。見えないんですけれども、見えないけど確かにあるもの。例えば愛情とか、思いやりとかって形で見えないんですけど、ありますよね、確実に。なんかそういった目に見えない霧のようなエネルギーも、という、それを司る惑星もお羊座に入るということで、海王星は164年に1回巡る星なので、それがお羊座に入るっていうのはとてもなんか重要な時代の変化なんですけど、それが1月の、ざっくり言うと1月の末ぐらいからもう入っていて、2月はもうそのエネルギーの中にいる。で、さらにその上に土星のお羊座入りということで、土星っていうのは忍耐とか政権とか組織とかコツ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 積み上げてきたもの、形あるものなので、土星のその形あるもの、もう忍耐の象徴とか結晶とか、そうやって組織化されたものっていう形あるものと、目に見えない海王星の慈愛とか思いやりとかスピリチュアリティとか霊性とか、そういう霧のようなね、見えないけどそこにある波動とか、磁場もそうなんですけど、そういったものと形あるものと形ないものが、この2月っていうのはぴったりと重なって見えるんです。これは地球から見た時に土星と海王星が同じ方向に見えるということで、2つの相反するエネルギーが同時に私たちに影響してくる可能性があるということなんですね。で、これは良くも悪くも影響します。例えば、ヒントはね、去年もうすでに経験されているはずなので、いや、思い当たるとこありますっていう方もいらっしゃるかもしれないですし、ヒントとしてお伝えすると、土星っていうのは先ほど言った、この、何かに覚悟していく、努力をしていく、その結果、ものすごく大成するっていうような、いい側面もあるんです。苦手なことなんだけど、コツコツ向き合っていったら、それは自分の大得意なものになりました、みたいな、そういった感じなんです。コンプレックスも自分がコンプレックスだと思って避けたいと思っていると嫌なものなんですけど、そこに向き合っていくと、それはコンプレックスは自分の魅力だったっていうふうに変わるように、もうそのコンプレックスが魅力に変わったら、二度とコンプレックスにはならないんですよね。もう大いなる自分の自信とか価値っていう風になっていくので、土星ってすごく時間をかけて成し得ていく大切なものっていうエネルギーがあるんですけど、それが全く新しいフェーズになるんです。お羊座っていうのは12星座の最初の星座なので、特にお羊座の0度で起こるんですけど、全く新しいスタートが切られるっていうことなんですね。で、もう伏線は前からあったっていう感じなので、去年からの何かテーマは気づかれてる方もいらっしゃるかもしれませんし、なんとなくそうは思ってるけど覚悟ができなかったとか、きっかけがなかったっていう方も、もうこの2月からもう今年はやりますっていう形で、その新しい世界、もしくは自分が取り組みたいこと、これから努力していきたいこと、成し遂げたいこと、なんかそういったことに真剣に向き合っていくという覚悟をできる1ヶ月なんじゃないかなと思うんです。これは土星の影響です。で、もう一つ海王星っていうのはさっき言った思いやりとか愛情とか優しさとか感性とか、そういう感じる力なんですけど、それもあるんですね。なので、もう一つ理想という、理想の形っていうイメージっていうのもあるので、もちろん芸術もとてもいいです。なので、どっちかなって感じなんですね。何か自分が
これまで縛られていたものや制限されていたものや自分がコンプレックスだと思っていたものとか苦しかったことがこの霧のようなエネルギーで溶かされていく、溶解していく、解消していくっていう流れになる方もいらっしゃれば、または今までこういうもんだと思って積み上げてきたものが違ってたじゃないみたいな新しい見解が見えて進化していくっていう方もいらっしゃれば、または反対にこの海王星の夢や理想とかなんかそういう無理だと思っていたもの、形にならないもの、見えないものに対してそれを現実化させていくっていう土星のエネルギーで形作っていく、コツコツとそれを現実していこうっていう動きが出てくる方もいらっしゃれば、例えば今まで自分が犠牲になっていたこととか、体のことで言うとね、何か調子が悪かったっていう方にとっては、それに対する現実的な対処法をしっかりとしていくみたいな、そんな感じがあるので、どっちからアプローチしてもらってもいいんです。それはおそらく皆さんが今現実の世界の中でもあると思うんですよね。わかりますみたいな、もうこれまで私30年めちゃくちゃ頑張ってきたんで、もうここからは自由にさせていただきますっていう方もいらっしゃれば、今まで本当に空想でしかなかったことを本当に取り組む覚悟をしましたっていう方もいらっしゃれば、そんな感じでどっちが先でも後でもいいんですけれども、その土星の真面目に自分のやりたいことに努力していく、責任を持っていく、そして現実化させていくっていうエネルギーと、夢や理想、そして目に見えないこと、慈愛とか、ね、そういったものを生かしていく、その2つっていうものをどのように生かしていくかっていうのがこれからの大きなテーマになります。で、このテーマは別に今なかったらないっていうものではなくて、ここからようやく始まるよっていうことなんですね。去年もその土星はお羊座に入っていたり、海王星もお羊座に入っていた時期っていうのはあるんですけど、ぴったりとひっついてはいなかったんです。でも2026年の2月21日にピタッとひっつくんですね、その2つが。なので、そこから、また、少し離れたり、ひっついたりしながら影響してくるので、何か始まるぞ、新しい、新しい扉が開かれるって言ってしまうと、とても薄っぺらい感じがするんですけど、表面的ではなく深いところでもうベースが変わりつつあるっていうのかな。自分の人生の基盤が変わりつつあるタイミングが2月から始まるよということなんです。で、これが14日に土星がお羊座入りする21日にその2つが重なるっていうことなんですけど、17日にも実は日食があるんですね。で、この2月17日の日食っていうのは、太陽と月が重なる時期なんですけど、日食は年に2回ぐらいあります。で、次の日食が2026年の8月なので、ここから2月から8月までの約半年間のテーマとして現れてきます。なので表面的にもすごく今回の、日食っていうのは水亀座で起こる日食なんですけど、水亀座っていうのは奇想天外に新しく独創的に自由にっていう意味があったりするので、自分の人生にとって自分の基盤が整えられようとしているこの土台の中で、意識的には新しいものを自分の自由になる道とか、自分をもっと生かしていく道とか、そういったものがもうテーマになって現れてくるよっていう感じなんです。で、それがおそらく、これ2月だけじゃないんですよ。2月からスタートなんですけど、それが4月の、例えば天王星が双子座に入る頃にまた加速する。4月26日なので、5月の方がそのように感じるかもしれませんが、2月からスタートしたこと、土台変わりつつある、意識は未来を見ている、今を生きるんですけど、でも、こうなっていくのかなっていう自分の理想に対しての現実を見ていくということなんですけど、そしてそれが春ぐらいに、4月の末とか5月ぐらいに加速します。一気に加速します。そして6月の末、木星が獅子座に入る頃、もしくは感じるのは7月ぐらいかもしれません。で、ちょうど7月や8月にもね、また日食があるので、またそこで一つフェーズが変わる。もっと新しい、楽しい、生き生きとしたフェーズに入ってきます、夏からはね。なので、この2月からのこの夏までの流れって、すごく大切って思ったんです。ちょっとまとまりのない言い方で申し訳ないです。
ちなみに、この土星と海王星がコンジャンクションするって、専門的に重なるっていう意味なんですけど、これって36年に1回ぐらい起こることなんですね。で、過去どうだったのって言ったら、1989年にありました。この時はね、実はヤギ座で起こっていたんです。で、ヤギ座、1989年ってね、なんかこう、ベルリンの壁が崩壊とかってありましたように、土星っていうのは国家とか組織とか社会のあり方みたいな、こう積み上げられてきた、こうピラミッド形式の、なんかそういった感じのイメージがあるんですけど、それに対して海王星が溶けていく、目が覚めていくとかっていうことも、あったかと思うんですね。ただ、ヤギ座というエネルギーが強かったので、土星っていうのは、ヤギ座の主星ということでセットなんですけど、すごくその国家的にとか国的にとか組織的にとか、ルール的にみたいな義務感とか、それまで作り上げてきた世界観が変わるよっていうエネルギーが強かったんですけど、今回の2026年の2月からの、土星と海王星のコンジャンクションっていうのは、お羊座の0度で起こるっていうことで、本当にこのブランニューなエネルギーなんですね。で、特にお羊座0度っていうのは、なんて言うんでしょうかね、こう、始まる、生まれるとか、理屈じゃなく、もう存在そのものの始まりみたいな感じがあるので、これまでのその肩書きとか、その生き方とか、ルールとかではなく、新しいものが生まれてくる。で、むしろそれが、その、ロールモデルがないようなもの、こう、過去こうだったからとかではなく、こっから何にもなかったところから生まれるわけですから、想像がつかないわけですね。でも何か私が思うのは、私たちが感じているこう、正解とか、義務とか、そういったものって、やっぱり生まれてきた環境とか、社会のルールの中で作り上げられている、こう、常識とか道徳観とかそういったものがあると思うんですけど、そういうのをちょっと取っ払って、自分のなんかこう、命から来る真実みたいなものが、ナビゲーションになっていくんじゃないのかなっていうような感じがしています。だから、保証があるから大丈夫とかではなく、自分が今ここに生きている、その感覚から来る最初の一歩みたいな、なんかそんな感じですね。ちょっとうまく言えないんですけど。でもそれは、先ほど言ったみたいにベースにあるものなので、その、なんかいきなりそれがバーンって2月に来る方もいらっしゃるかもしれないですけども、どちらかというと流れのレールが変わるよねっていう感じです。それを敏感な方っていうのはキャッチして、なんだか自分の生きているこうステージが変わってきたなとか、本当に表面的なことじゃなくて土台ですね。土台で何かが変わり始めたぞっていうふうに思う方が多いんじゃないかなと思います。ちょっとそれがね、どんな風にベースが変わっていくかっていうのはまた各星座のタロットのところで補足しながら説明していきますね。すいません。ちょっと拙い言い方で申し訳ないんですけど、これをきれいにまとめようと思うと、もう動画出せないって思っちゃったので、もうこのまま出しました。はい。ということで、続きの動画楽しみにしててください。ありがとうございました。